天欲の神と言い捨てて元なる神を己にけり。私がナンバーやってましたけれども、和議を知ってこれ究極のナンバーだったなと思ったんですね。和議というのはですね、670年前に出来上がった能楽狂言というものの、演技方法あるいは歌い、そういったものからいかに健康っていうものをちゃんと考えながらその芸術っていうものが組み立てられてきたのかということを、現代社会で紐解いて、能楽狂言の勉強ではなくって健康法としてね、あるいは生き方というものも含めて現代の皆さんに伝えていくっていうことを、主眼として、今から3年前に私が、一つのメソッドを作り上げたものが和議です。はい、最初私がナンバー歩きとかやってまして、そして、Facebook に、千三郎先生にラブコールが来ました。それで友達申請で、私がナンバーやってましたけれども、和議を知って、これ究極のナンバーだったなと思ったんです。で、私が、合気道を長くやってて、それなりに秘得するつもりでしたけれども、和議を知って、こんなに体の中を器用に使おうなんて教わったことなかったんですね。丹田呼吸と腹式呼吸がまず違うということをね、なかなか把握できてないと思うんですけども、腹式呼吸って胸式とは違ってお腹を使っていっぱい吸って吐いてってことをします。で、吐いた時にずっと丹田がギューンとくる感覚で、これが持てる人持てない人まずいるんですけども、ここがギューンときた時にギュンとしたままここのみぞおちのところで鼻からと吸える、ここは引き上げたまま呼吸をする状態、これが丹田呼吸という、能楽でいうと、例えばこう待ってる時ってずっと引き上げてますよね。ずっと引き上げ、これ緩んじゃうともう前ないんですよ。ずっと引き上げたままでずっと待ってるけど呼吸はしないと死んじゃうので、だからそこでできてきたのが丹田呼吸ですよね。ですが、これっていうのは能楽師は午前のように歌いながら舞うっていうことをやってる、丹田引き上げたまま呼吸をやってますが、昔の方々って多分それできてたんですね。ずっと引き上げてる状態で、ここになんかトンとしたものを感じながら僕生活してたんじゃないかなっていうんですね。で、和議的にはそこに行こうよというふうな指導をさせてもらってます。能楽狂言ですから、もちろん声出さないと、呼吸だけ舞台でやってたって何も面白くないわけでねどこまで遠くの人まで声が聞こえるのか、おそらく室町時代にマイクなんて当然ないし、地声でどれだけ飛ばせて人を集めて結局おひねりもらえるかどうか、ですから声を鍛える、そして呼吸を鍛えるっていうのが第一条件だったんですね。だからどれだけ大きな声を出せていけるのか、遠くまで届く声を作ろうとしてきたんですね。で、そこがやっぱり呼吸だけではなくて声というものをすごく大事にしてきた、武道とは違う歩み方っていうのがあったんじゃないかなと思いますね。横隔膜と骨盤底筋を連動させて声を出していたものを、骨盤底筋をギュッとしたままここで声を出すっていうことですよね。ここは常にギャーッと引き締めて声が出せている状態を、舞台上で私たちはやっていく。で、その状態の時にこの鼻から急激に吸う力イコール声の大きさにやっぱりつながってくるんです。で、これを引きながら出すっていうことを今度するんですね。
これは YouTube で見てもなかなかわからないかも、リアルで感じ取ってもらいたいんですけども、西洋の発声法って外声法、そうやってあー胸で響かせて声を出すんですけれども、私たちはおー引く、この発声法は他にないと思う。でこれがやっぱり能楽の引くっていう内声音で出す、つまりギューッと引いてここに凝縮していくっていう発声はとてつもなく丹田を使うっていうことですね。でこれはやっぱり、ちょっと武道にもない能楽とか、古典芸能、太夫、義太夫とかね、ああいうふうな声の出し方に結構継承されてつながってるんだけども、ない芸能にしかないことかなっていう感じですね。まず狂言師が普段出している声の出し方をちょっと見本で見せますね。ほーバッ、お腹をギューンと持ち上げて、はーギューンと絞り出す感じなんです。でこれはお腹を使って声を出しているんですけども、これが胸式の声だったらはーっていう違う音になるんです。でここを私たちは使いません。全部腹式なんですね。でただはー出し切るだけではなくって、この辺にはーここがあるんですよ。でこれが一体何なのかっていうと、はー引くんです。ギュッと内側へ引くっていう力を使って爆発的な音を出そうとしていきます。でこれが歌いの場合どうなるかというと、我が心の手に全部引っ張って歌ってます。ギューッと内側へ引くと声が強くなってくるんですが、これを外へ出して歌うと、我が心の手にという歌い方になっちゃうんですね。引くっていうことを能楽ではすごく大事にしているんです。でこれは引いて丹田に向かって引く、それからこの腹横筋もギュッと締めてくる、骨盤底筋も引き上げてくるっていうことで、丹田に全体がギューッとこう圧がかかってくる感じで、これの力を使って我が心の手にという、歌い方っていうのが内声音、内の声音ですね。で内声音した場合にはこの内臓に引っ張ってるのにブルブル震わせて歌ってるんですよね。ところが西洋のオペラなんかは外声音、外のこの胸板をバーッと響かせて歌っていくんですけども、一説によると外声音っていうのは教会の中とかで響かせる声の出し方でも、私たちってそういう教会とかなくて神社とかで何にもないところでドーンと飛ばすしかなかった。だからお腹から遠くの方まで飛ばすためにどうしたらいいのかっていうことで声の出し方が変わってきたと思います。ただこの声、内声音でお腹を響かせるということがすごく体にいいんですよ。ずーっと振動させているっていう状態がやっぱり体にいいんですね。でこれをどうやったら鍛えていけるのかなんですが、これは「い」の音を使います。さっきは「う」だったんですが、いーと出して、この「い」の音をもっと大きく出したいってした場合、い、ここをギュッと使うといとなります。ここの時に使うんですよね。でこの声を出して全部呼吸で吐き切るとキューンとしてくる。で要は「い」の大きな声が出せるっていうことは丹田がしっかりしてきている状態なんで、合わせて丹田を鍛えるっていうことを発声からやっていく状態です。はい、先ほどもやりましたこの基本の構えをして
ふーっと吐いていった時に、このおへその下のあたりですね、で聖火丹田と呼ばれるところが、強ければギューンと丸状でどんどんちっちゃくなってきます。で最終的にパチンコ玉ぐらいにキューンとしたところが丹田で、ここを中心としてすり足をしたりとか歌いを歌ったりとか、全部ここが中心ということで私たちは舞台でやっていくんですね。でそういうふうにして指導していったんですけれども、女性がわからないって言い出したんです。ということで副代表の坂東と意見を交換していったら、どうやら男性と女性とでは丹田の感じ方が違うというところにたどり着きました。でこれを言っているのはまず和議でしか今ないんですけれども、そのあたりどういうふうに女性は感じるのかっていうのをちょっと説明してください。では、そこのあたりを副代表の坂東秀香から紹介させていただきます。はい、男性はですね、ふーっと息を吐き切るところ丸い形に感じるんです。下丹田が丸くなっていく。でも女性はですね、ふーっと息を吐き切るとずーっとこんな感じで上に上がってくるんです。筒状のものがふーっと上がってきまして、このみぞおちのところがギュンとするのが女性の丹田の感じ方なんです。ですから女性は下丹田、そしてこのみぞおちのところに中丹田があるんですけれども、ずーっと下丹田を通って中丹田、この2つの丹田を鍛えることができます。天欲の神と言い捨てて元のる神をおごりけ